今回は、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編最終話、に対するネットの反応をお届けします。それでは早速本編をどうぞ。何もかも涙なしでは見られないくらい素晴らしい終わり方だったな。やっぱり鬼滅の刃最高すぎる。本当によかった。まだ感動してる。みつりちゃんとこてつくん可愛かった。トレンドすげえ。ほぼ鬼滅の刃。鬼滅の刃の余韻で寝れん。また1週間が始まるというのに。鬼滅の刃最終回、大号泣してしまった。禰豆子が炭治郎を蹴った後の走馬灯はあかんわ。演出良すぎて涙が止まらないよ。オープニングどうした？最終回用特別バージョン。急に総集編かと思った。古川さんの演技良かった。古川さんベテランの貫禄あったな。ハンテングの過去もちゃんと出たね。古川さん、今回が一番セリフ多かったのでは？炭治郎を握りつぶしそうな勢いで弱い者いじめするなと言ってるのくさ。でかくなったハンテング、ピッコロやな。演武一戦って火の神神楽じゃないのね。炭治郎オリジナルの技なのね。演武一戦めっちゃ持っててすごかった。命をもって罪を償え。のシーンがクソかっこよかった。ハンテングは自己愛と虚言癖持ってて自分はいつも被害者だと思い込んでる病気だったのか。自分を守るために被害者を殺したりして死刑直前で無残に鬼にされたと。6の兄弟に比べたら動機が弱いな。お奉行様の気骨と正義感半端ねえ。殺されようってその時まできっちり断罪しよる。あいつは根性あった。もし生き残ってたら奉行柱になっただろう。上限の6に比べて5と4が弱く感じた。6より強かったんだろうけどそう見えなかったというか。4は強いだろ5は微妙だけど。あそこまでしぶとかったとは。アニメはさすがに丁寧に演出していたね。非常にわかりやすかった。確かに4はギミックが多くて強かった。6に比べて絶望感みたいなのが少なかったからかもしれん。なんで6は強そうで4はいまいちなのかと考えるとやはり接近戦がないからよな。ピンクの人が身体操してるだけだった。ハンテングって6段構えくらいで本体を隠していたんか？さすがに巨大化した時に心臓に本体が隠れていたとは。どんだけやねん。増白点が朝日浴びて消滅したのはあっけなかったね。山寺鬼断末魔とかなくフェードアウトしたのは作者も入れ忘れたって思ってそう。小峠が書いたのかと思うくらい、甘露寺はよく書けていたな。タッチがとてもよく似ていた。溢れる涙の動きも良かった。思った。原作の絵思い起こさせたわ。もう少し甘露寺さんを描写として見える形で活躍させてあげて欲しかった。いや実際には画面外で大活躍だったのはわかるのだけど。甘露寺のバトル作がカロリー高すぎるからね仕方ないね。禰豆子ちゃん死なないってわかってるんだけど、日が昇った時の炭治郎の決断できないシーンもう涙。禰豆子が燃えるシーンは泣けたわ。判断が遅い。後半の太陽が昇ってくるシーンから泣きっぱなしでやばかった。かまど禰豆子の歌めちゃくちゃ良かった。禰豆子の歌は炭治郎の歌ほどは印象に残らんかった。禰豆子死にそうな場面はさすがに長すぎてシュールになってしまった。もったいない。炭治郎いつまで空飛んでんのってなったわ。さすがにレベルは高かったけど禰豆子のシーンで尺取りすぎてこれ完全に死ぬ演出やんってちょっと笑ってしまった。原作だと禰豆子が炭治郎を蹴飛ばしてから、鬼を切る覚悟するまでに3コマだったのに変な歌流したり総集編流したりだるい構成だったな。禰豆子のところ泣いたけどな。原作未読だからすごく良かった。マジか俺未読なのにあそこ長すぎてポカーンだった。原作だとハンテング倒した後すぐ玉代のモノローグ始まって太陽を克服するでしょうのセリフと同時に日光の下で微笑む禰豆子が出てくるからわかりやすい。なるほど構成が悪かったのか。なんで原作と変えたんや。禰豆子が太陽を克服した時に玉代の説明を入れても唐突な感じになったかも。あそこは禰豆子と炭治郎の思いだけで演出したんだろうな。ちょっと待ってなんで原野の体のことスルーして大断円で終わってるの？もしかして鬼を食えば誰でも鬼の能力獲得できる？禰豆子が唐突に太陽を克服してポカーン状態だわ。もしかんが鬼食って鬼に変身って超能力使い出したのもポカーンだったが。原作ではちゃんとした説明があるけどアニメはナレーション飛ばしたから不明のまま終わった。なんで変な網を入れたり引き伸ばしたりするくせにそういう大事な説明は省略するんだよ。無惨の回想は良かったわ。声が平安貴族にまた合ってる。やっぱり無惨様が出てくるとピリリと締まる。緊張感が違うわ。無惨様は顔だけが鳥エナだけあって素敵だった。本性を表したくせに律儀にドアを閉める無惨に受ける。女中さんの腕だけボトッと落ちるカットというか間の取り方が UFO って感じだった。ああいうのやったら一番うまいような気が。無惨様の初太からの変化はホラーだな。
無惨様は変身する時の衣装も自前で作れるんだな。つまり寄付の可能性が。無惨様は上限が2人も殺されてお怒りかと思ったら珍しく部下を褒めてた。まあ自分が望む成果出してきた部下を褒めるだけでもパワハラ上司にしては良い方だ。無惨の医者が黒幕説というのはその通りだったな。あれの薬で無惨が鬼になったとアニメで見てちゃんとわかった。医者が全ての根源で草。医者がたまたま鬼になる薬を作ったから鬼になったってことなの？虚弱な無惨様が死ななくなるような薬を作ろうとしたら死ななくはなったけど鬼になるんで人に戻る薬を作ろうとしてたら殺された。全ては短気な無惨様のせい。鬼川医者も予想してない副作用だったんだろう。新薬ではよくあること。医者は本当に善意で治療しただけ。医者の薬で無惨が鬼になったのは確かだけど医者は無惨を助けようとしていたというだけで鬼になったこととかどこまで予測できていたのかは不明。いやいや青い彼岸花のことも記していたなら意図的に鬼化を狙ってたでしょ。もしかしてクスシを殺さなかったら太陽を克服して元気な人間になって終わりだった？真面目に薬飲んでたら1000年前の時点で究極生物になってたのか。里の人たちとちゃんとお別れする兄織めちゃくちゃ良かった。みんなに感謝されて囲まれる炭治郎を見てこっちも嬉しくなった。とても良かった。ラストの完全兄織パートかなり長かったな。善逸は重要なアドバイスがあったから必要だけど最後の兄織はちょっとどうか。色々大人の事情があったのかもしれんがテンポ悪かった。普通に30分の構成で良かったよね。回想入ってたけど絵も最近のより一期の方が繊細でいいな。CG がね、一期の頃はもうちょっと自然に馴染んでた。引き伸ばしや回想シーンやオリジナル入れずにちゃっちゃとやれば1クールで柱稽古まで全部入ったろうに。原作読んだのが昔すぎてどこが兄織かよくわからんかったから多分普通の視聴者は特に違和感なく見てる。原野の良かったな、炭治郎、禰豆子のとこ良かったわ。こいつめっちゃいいやつじゃん。すごろくはなしか、と思ったら最後にやりやがった。自称の予告として使うとは予想外だったな。柱稽古テレビアニメ来たー。知ってた。テレビでやるんかい。柱稽古編って1クールもいらないだろ。柱稽古で1クール？またとんでもなく引き伸ばしそうだな。主要は年末特番2時間もやれば十分だろ。それで無限上を映画と。柱稽古はアニメスペシャルとかそんなんだろ。さすがに1クールは無理。兄織で柱1人で1話使います。各柱ごとに1話は誰そうだが、それより理由をどうすんのかが一番の問題だな。やっと岩柱が人気になる日が来るんだな。これからのインフレするであろう戦闘に善逸とかついてこれるの？上限と1対1の戦いとか無理でしょあいつ。作が良かったけど演出が全体的にちょっとくどかったな。柱稽古編好きだから楽しみだよ。感動的な演出に対しては称賛の声が多かったね。一方で最後の兄織と禰豆子のシーンの回想の長さは賛否両論だったね。大断円感が出てていいという意見もあれば、テンポが悪いからいらなかったという意見も多かったね。テンポに関しては刀鍛冶編全編を通して全体的にちょっと悪かったと思ったな。今までが良かったから余計そう思うよね。遊郭編も序盤はテンポが悪かったけど、終盤怒涛の勢いで巻き返してくれたから、今回もそうなることを期待してたんだけどね。柱稽古編はどうなるのかな。原作通りだと1クール分ないらしいからスペシャルでやるのかな。まだ時期も決まってないしね。でもなんだか着々と終わりに近づいてるのをひしひしと感じて寂しいな。なんだかんだ毎回盛り上がるから、柱稽古編もまた盛り上がるだろうしね。早く放映されないかな。待ち遠しいね。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。